ザ・ミラクルスマイルフォーレストの直子です。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。どの時間にご視聴いただいているか分かりませんけれども、いつもありがとうございますということで、今回はですね、安心のタイムラインに乗るというテーマでお話をしていきたいと思います。そして後半の方は皆さんからいただいたコメントや Q&A にお答えしていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。前々回の、動画でメンバーシップサイトについてちょっとお話ししたことがあったんですけれども、その後ですね、サポートチームとお話をしたところ、全然システム状況には何ら問題なく、私の初期設定が間違っていたようで大変失礼いたしましたということで、アカウントを取られただけの方も全く何も問題なく、動くという形になりましたので、メンバーシップサイトはまた再開することになりました。もしご興味ある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。その前にちょっと深呼吸しましょうか、それでは、目を閉じて鼻から息を吸って、ゆっくり口から吐き出していきましょう。もう一回鼻から息を吸って、ゆっくり口から吐き出していきます。もう一度鼻から息を吸って、ゆっくり吐き出していきましょう。はい、それでは目を開けてください。今本当に世の中いろんなことが起きていて、いろんな心境の方がいらっしゃると思うんですね。今日はいろんな思いがみんなそれぞれあると思いますけれども、安心のタイムラインに乗る、安心のタイムラインに乗るということで、お話をしていきます。陰陽の法則、もう皆さんもご存知ですよね。闇のシナリオ、光のシナリオ、そして闇の中に陰の中に陽、陽の中にも陰、この2つがバランスをとっているという2極の星、地球で、今人類全体、地球全体何が起こっているかというと、これがかき混ぜられていて、混乱というかカオスの状態になっている、そんな感じですよね。やっぱりここで大切なのは、常に中立、中庸のところで物事を見るというのがとても大切。あまり入り込まない、こういうね、いろいろメディアから入ってくる情報だったりニュースだったり、いろんな話が入ってきます。だけれどもそれに振り回されない、自分で、いい話ももちろん聞くんですけど、常にバランス、俯瞰したところから見るっていうちょっと視点も持ちながらですね、この情報、たくさん情報があると思うんですけれど、ちょっとその外側の情報をちょっとシャットダウンして、で自分の心はどうするべきなのか、自分の魂と対話するということを常に、心がけていただきたいなと思います。もちろん私自分にも言ってます。これはね、もう本当にちょっとしたことで不安になったり、恐れをかき立てるような、そういうニュースだったり動画だったりね、いろいろあると思うんですよ。でもそれに、もう
惑わされないようにしっかりとやっぱり自分の魂はこの時代この時期に何をするために今この状況を選んでいるのかっていうのをね、もう一度やっぱり深くこう見つめていって、その今与えられている環境の中でじゃあどうすれば一番最善の方向に行けるのかっていうところに常に意識を戻すようにしていきましょう。私自分自身にも言ってるんですけれど、やっぱりね、ものすごい外側の情報とか外側からの影響って今すごく簡単に受けやすくなってますし、流されやすくなってるので、本当に深呼吸して、でもう外側の情報を入れすぎないように、なるべくもちろん必要な情報は自分で選択しながら、でもあんまりこうどんどんね、その情報ばっかりにとらわれすぎないようにすることも大切かなと思います。はい、それではこの表を見ていただきたいんですけれども、この下から低い波動、高い波動、ローバイブス、ハイバイブスってありますよね。低い波動から高い波動で、この領域っていうのは不平、争い、妬み、罪悪、嫌悪、苦しみ、悲しみ、心配、恐れ、怒り、痛みとかね、そういった意識の、感情だったり意識、そういう意識の領域、感情の領域がこの一番低いところになります。で、上に上がっていくと、自信、信頼、思考は現実化する、気づき、学び、受け取る、中庸、自己愛、勇気、手放す、ブロック解除、掃除、こういうふうな、キーワードがあるんですけど、ここを超えていくとこういう精神状態、こういう状態に意識状態になります。でこれをさらにいくと、無条件の愛、幸せ与える、穏やか、サポート、安らぎ、喜び、ワクワクっていうね。でこの状態にいるタイムラインですよね。どのタイムラインにあなたは行きますかということなんですね。何が言いたいかと言いますと、私たち大衆っていうのはこうメディアにコントロール簡単にされちゃうと。ですぐこの領域に入ってしまう習性があります。でこの領域にいるとコントロールされやすくなっちゃうんですよね。で外側からの影響を簡単に受けちゃうという、そういう意識状態になってしまいます。なのでこうなるべく、メディアっていうかニュースとか、大部分のそういう情報っていうのはやっぱ不安をかきたてるものなので、そこのタイムラインにいたい人はどうぞこの領域にいてください。でもこのタイムラインにいるのが嫌だと思えば、できるだけこちらのタイムライン、これより上のタイムラインに行くような精神の状態に常にあり続けるのは難しいと思います。もちろんこうアップエンダウンすると思うんですけど、できるだけね、こういう意識状態にならないような工夫を生活の中でしていただきたいなと思います。で、私の番組の中ではこの領域の周波数、動画を見てるだけでもねもちろんいいんですけど、私はその一つ一つの動画の中にある一定の周波数を入れています。528Hz だったり 428Hz だったり、私たちの脳の思考がこう安定する、穏やかになったり、そういうような周波数を動画の中に入れているので、見ているだけでも精神が穏やかになってくるっていうのは、そういう、効果があるからだと思っています。なので、こういう気持ちが出てきた場合はやっぱりブロック解除だったり家のお掃除ですね。掃除は結構要です。心の中の掃除、そして家の中の掃除も含めてできるだけ掃除をしましょう。で、手放す、これもとても大切ですよね。とらわれない、こだわらない、も
もうね、例えば仕事がリストラになった、もちろん大変ですよ。それはもちろん大変なんですけれども、じゃあそこからどうする、それをバネにして次の展開、次のいい状況の展開へ行くためにもそれを手放すというね、意識を持つこと、勇気もいります。自分をやっぱり責めないで、自分を大切にしてあげることも大切で、中庸であることも大切、受け取ることで、全ては学びであるという気持ちですよね。はい、気づきで、そういうふうな領域になっていると、引き寄せがいい引き寄せが起こりやすくなってきて、自分を信頼することができます。でこの領域をもっと波動を上げていくと、安らぎ、喜び、ワクワク、穏やか、サポート、与える愛、幸せ、無条件の愛っていう形になっていきます。なかなかでもね、やっぱり私も実際本当にちょっとニュースとか見ると、ここにいたのに一気にここに下がっちゃったりとかしますから、でもできるだけね、こういう状態になっているなって感じたら、私の番組にある、116本ぐらいあると思うので、その動画の中から心の中を穏やかにする動画を見つけてですね、乗り切っていただきたいと、乗り切っていただけたらと思います。はい、それでは次の、先ほどと同じなんですけどね、この不安とか、この先ほどの周波数一番低い意識の状態っていうのは、人からコントロールされやすい、他人軸になってしまうんですよね。で、自分でコントロールできない、out of control っていうことで、見てる世界がいつも足りないとか、不足の世界、分離の世界、崩壊、破壊とか、この不安とか恐れとか領域にいると、見えてくる世界はこういう世界になってきます。大部分の人が今こういうところを、私を含めね、皆さんこういう世界のタイムラインに行きやすくなっています。なのでこの領域に行かないで、できるだけですね、飛行機も気流に乗るまではガーッとものすごいエネルギー使いますよね。この上まで上がるためには相当意識して自分の意志力でですね、やっぱりそれはもうなんていうんですか、魂の筋肉みたいなもんで、魂もやっぱり筋肉でね、常に意識づけていかないとすぐこの領域に入ってしまうので、できるだけその上に上げていくためには、私の動画を見たり瞑想したりして紙に書いたり、いろいろワークもね動画にあるので、それを見ながら、この上の領域、このタイムラインに入っていく、そういう訓練をしていただきたいなと思います。でここから上がっていくね、この領域は、このタイムラインは絶対嫌だと思ったら、できるだけ自分の意志力でここまでとりあえず行きましょう。でここの領域っていうのはまだ気流に乗れてないので不安定ですね。であったりなかったりの世界で、ここでこの領域に行くときに大切なのはプロセスを信じる。で変化が起きます。いろんなことが起きます。でも行動を取ることで変化に柔軟になるっていうこともとっても大切です。自分を信じること、もうこれが本当に大切な時期ですね。で自分軸で、エネルギーを上げていく。でここまでいくと
利他一体軸の境地ですよね。自分も大切にし、人も同じように大切にする。この利他一体軸に行くと充足の世界、その外側ではいろんなことが起こっていても、自分の見える世界は充足で安心した世界が広がっている。で、私飲食やっているって前お伝えしたと思うんですけど、お客様でね、こういうお客様がいたんですよ。戦争を体験された方なんですが、そのおばあさんは全くね、戦争が起きている時も他の人はもちろんいろいろ食料がないとかいろいろ困ってらっしゃったみたいなんですよ。でもその方はやっぱり、人柄ですよね。その人の人柄もあったのかもしれないんですけども、この意識の領域にいたので、いろんな人がね、その戦争の時に物をたくさん、お米だったり食料をくれたりとかして、全くそういう危機的な状況にならなかったっていうふうにおっしゃってたんですよね。で、そういうのはどうしてかって聞くと、やっぱり日々もう、手を合わせるような生活をしていたと、感謝、いろんなことにとにかく感謝をしていたってその方おっしゃってましたね。だからそういう外側では本当にね、大変な状況の人もたくさんいる中で、そのおばあさんは、食料にも困らず、いろいろあったのかもしれないけど、何の大変なこともなかったわっておっしゃってたんですよね。だから、これから本当にいろいろなことがあるかもしれませんが、この領域に、先ほどのね、この領域ですよね。ここにいると見えてくる世界っていうのはこういう状況になってきます。でもこの意識の領域に行くとこういう状態になります。でもまだ不安定ですよね。飛行機の気流でいうとあったりなかったり。でもここの意識をさらに強化していくとこういう世界に行きます。愛、与え、安らぎですよね。なのでちょっとこの領域にずっといるなって思う方は、意識してちょっとメディアをシャットダウンしてください。必要な情報もあるので、ちょっとは見てもいいと思いますけど、もうそこに入り込まない。なるだけこちらの領域に、このタイムラインに入れるように意識してくださいね。はい、それではこの安心のタイムラインになるというお話はこの辺にして、皆様からのちょっとお話、コメントなどをねちょっと読んでいきたいと思います。アメリカ在住の M さんから、コロナが円満する中、オンラインオーダーでレストランを切り盛りしています。治安も悪くなりましたが、直子さんのおかげで心の奥深くから絶対大丈夫と日々過ごしています。医療機関で働いているお客様、警察官のお客様が少しでもうちのお店のメニューを食べて元気になってほしいと願っていますということで、 M さんありがとうございました。素晴らしいですよね。こうやって、そういう気持ちでご飯を提供してくださっている方がいるというのは、本当に食べ物ってエネルギーですからね。私も飲食で、ケーキとか焼いたりして、やっぱり自分の気持ちはすごくお客さんにダイレクトに伝わるので、エネルギーでやっぱりこういう気持ちで作ってらっしゃる、M さんだから、もうこういうお客様みんなにね、きっとパワーを与えていらっしゃると思いますね。いろいろ大変なこともあると思いますけれども、頑張ってくださいね。
はい、コメントその2、日本在住の M さん。私事ですが、通信事業のため緊急事態宣言にかかわらず通常出勤の日々です。それでも今夜は運よくオンタイムで参加できました。前の、瞑想に参加してくださったんですね。ありがとうございます。瞑想中にもかかわらず涙が止まらなくなりました。息ができるって当たり前じゃない。今生きていることに感謝、守られていることに感謝。不安、恐れにフォーカスするのではなく、絶対大丈夫と信じて明日も笑顔で進みますということで、 M さんありがとうございます。本当に今、こういう状況の中で、いろいろな気持ちを持って働いている方たくさんいらっしゃると思います。でもやっぱりね、この不安恐れにフォーカスするのではなく、絶対大丈夫として信じて明日も笑顔で進みます。もうここがね、やっぱりとっても大切だと思います。でこういう気持ちでいると魂軸にちゃんとつながっているので、目に見えないところからのサポートだったり、人を介して導いてもらえたりとかするので、どんなことがあってもここをねしっかりと信じて前に進んでいただきたいと思います。 M さんありがとうございました。コメントその3ということで、日本在住のこれはテイクピリさん、竹ピリさんですか。今までたくさんの瞑想動画を見ました。もともと寝つきが悪く20年くらい悩まされてきました。この動画だけいつの間にか寝れます。本当に本当にありがとうございますということで、いやー20年ぐらい不眠症だったんでしょうか。結構ね、私の動画を見てくださる方で、こうすぐ寝れるようになったっていうね、不眠症だった方がすぐ私の動画を見てもう寝れちゃうというそういう方たくさんというか、結構いらっしゃって、本当にありがたいですよね。本当に良かったと思います。たけぴりさん、これからもぜひご活用ください。ありがとうございました。はい、その4、はい、それでは日本在住 N さんからの質問にお答えしたいと思います。同棲して3年の彼と喧嘩ばかりで、それでもお互いなんとなく頑張って一緒にいることを選んでいます。これだけ頑張ったのに、頑張っているのにどうして分かってもらえないのか、自分の思う通りの彼の反応がないのに胸がざわついて、すっきり彼に優しくすることができないのです。頭では笑顔、優しさ、態度で示す、分かっていてもできないのです。なぜできないのか教えてください。またこういう時は自分の思考をどう持っていけばよいのか分かりません。コロナ離婚やら何やら流行っていると言われていますが、そういう方多いと思います。家の中でこもり、コロナ番組の絶えない中で、目の前にいる彼との生活の中で毎分気持ちがざわつきます。どうすればよいのか、思考、気持ち、つなげる方法、ざわつき、ストレスにならない考え方を教えていただきたいですということで、N さんご質問ありがとうございます。こういうケース、代表的なケースだと思います。やっぱりね、一番大切なのは、自分のスペースを確保するということもありますけど、やっぱりね、こう相手をコントロールしようとすればするほど逆の状態に出てくると思うので、相手は鏡ですので、ぜひね、いろいろな気持ちは出てくると思うんですけれども、ちゃんとお互いコミュニケーションをとことん図る、あるいはお互いの、気持ちを話し合って妥協点というかね、お互いその部分で努力し合うということも大切だと思いますし、ぜひね見ていただきたいのが、人間関係と状況が好転する最強瞑想という、この動画ぜひ、見ていただきたいなと思います。やっぱりね、こう家族だったり、子供だったり親だったりパートナーだったり、
家の中にいる時間が長い分、そうやってこうどうしても相手のことが目につくというか、相手の行動だったり言動だったりいろんなことでねぶつかり合っちゃうというケース本当に多いと思うんですよね。でもやっぱりここは本当に、ちょっとお互いの境界線というか、ちゃんと相手を尊重することで、自分の居場所というか、ちゃんとこう瞑想したり自分のペースをつかめる、時間というのもね、確保できるようにしていただいて、ぜひこの動画、見て、ちょっと乗り越えていただけたらと思います。やっぱりコミュニケーション大切ですし、その状況にやっぱり風を送るというか、ちょっと散歩に行くとか、そういう形でちょっとリフレッシュできるような、そういう時間を持っていただくのが一番いいかなと思います。はい、参考になったかどうか分かりませんけれども、ぜひこの動画、ご覧になっていただけたらと思います。N さんありがとうございます。はい、その3、日本在住 Y さんからのメッセージ。私は仕事を辞めてただいま職なしです。再就職するにも今の世の中の状況ではなかなか難しいだろうと感じています。早く何とかしなければと焦れば焦るほど空回っている自分がいます。こんな時何からどうしたらいいでしょう。心を落ち着けて最善の道に進む方法を教えてください、ということで Y さんありがとうございます。この方におすすめの動画は、幸せを運ぶ朝の瞑想5分最上最善を見出すというこの動画おすすめですね。焦ってしまうっていうことでね、今ここに意識をやっぱり持つってとても大切ですので、もちろん不安になる気持ちあると思うので、そういう時はぜひこの動画を見てあるものにフォーカス、感謝の言霊というね、こちらの動画もおすすめですので、それを見ながらですね、ちょっと一歩一歩進んでいっていただければと思います。で仕事を辞めて、お仕事が、今再就職するのも難しいのであれば、まずね、心を落ち着けて、心が落ち着いてないと状況が解決することっていうか、インスピレーションも湧いてこないので、まず心を落ち着けることをまずしてください。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴本当にありがとうございました。いろいろね、またこういう Q&A のコーナーもやっていきたいと思いますので、またぜひ、コメントなり、コンタクトからメッセージいただけたらと思います。全部にお返事できない時もあるかもしれませんが、全てのメッセージは目を通しております。心から感謝しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。